日の舞の熱波ラジオ12分でサウナラこのラジオはサウナの12分の砂時計代わりになるラジオとなっております、はい、お相手は放送作家の澤田さんです。お願いします、はい、お願いします。いやー、はい、私、ちょっと気になることというか、あるんですけど、その電車で友達と2人、恋人とか友達、デートした帰りの相手とか、一緒に乗ってるとするじゃないですか。で、自分先に降りました、で電車行くまで私は絶対その場で止まって手を振るとか、なんかアイコンタクトするとか、絶対待つ派なんですよ、でもその私が後に降りる場合、友達がこうすぐにもう行ってしまうとなんかどうしたみたいになっちゃって、でそれが例えば恋人だった場合は絶対に手を振ってほしいんですよね、でも気になる相手とかまだデート段階の相手でこう行ってしまった場合は、この人ちょっと無理だわってそこでもう切られるんですね。思っちゃうんですよ。どうですか？どっちタイプですか？多分それこそ、付き合う前の女性とかと行って、降りたら、手は振ると思いますけど、じゃあ扉が閉まって電車が動き出すまで待つかって言われたら、多分待たないです。待たないの？手は振ります。じゃあねみたいな。降りて、じゃあねまたねって言って、手振って、言うてそんな時間かかることじゃないから、あれですけど、手振ってもうスタスタいっちゃう。スタスタか分かんないですけど、別に明確に俺は絶対にこの子が出発するまでここで手振るぞはないですね。結果そうなることはありますけど、じゃあねとか言ってたら、それこそそんな時間かかることじゃないからしまって、なんか私が手を振るようにしたのは、その昔にそのお付き合いしてた人が、じゃあねって言わないでそのまま帰っていく人だったんですよ、バイバイとか言わないで、その後ろ姿を見てるのがなんかもうちょっともう恥ずかしい、なんていうの出ますね、ちょいちょい恥ずかしいが出るんですか？その後ろ姿がなんだろう、名残惜しいとかじゃなくてなんかなぜそんなことになってしまうのか、まず手を振って帰りなさいよと、そのなんか哀愁漂う後ろ姿を、カエル化みたいなのあるじゃないですか、ちょっとあれになっちゃって、それカエル化なんですか？そうだから私も気をつけようって思うようになってきて、でも、さっと行く男はある種男、今のご時世であれかもしれないですけど男らしくてかっこいいじゃないですか、なんかそんなじゃあ電車降りましたと、僕が先降りましたと、こんなんずっとやってて、やだ俺そんな男やだマジでいいじゃないですか、やだだねーってずっとこう見て2人でやだそんなずっと手を振るぐらいだったら俺が振られた方がいいですね。うまいこと言いました今言いましたね。手を振ると振られるとね、かけてねどうですかどうですかじゃないですよ。いややだ俺は。嘘。なんか時代遅れかもしれないですけど、なよっとしてんのはもう僕は嫌ですね。それでなよってなりますか？前じゃあなーって言って、じゃあなーってもう手パッてあげるぐらいで、でもスーって言って、じゃあな。なんなら駅のホームでありえないですけど、もうちょっとタバコに火つけてるぐらいのそういうのに憧れちゃって憧れてるっていうか、なんかなよってるのはね、僕は好みではないですね。こういう手を振り合ってるカップルをこう傍から見てるのが、幸せな気持ちになったりしません？2人とも電車が行くまで手を振り合ってる可愛いカップルだなって思って、電車の中でほっこりした気持ちになった、ありがとうとかなったりもないですか？ないですね。ないの？ないですね。もうなんでしょう、あんまりそんな人の恋愛見てどうこう思うことが、だから僕はあれなんですよ、本当はこういう仕事をする人間として見なきゃいけないんですけど、恋愛リアリティショーほぼ見たことないです。マジで？人の恋愛なんかどうでもいいって。あんな面白いのに？ドラマとかは別ですよ、ストーリーがあるから。一個もないですか？一個もない。だからベタな、今違うよって言われるかもしれないけど、狼がなんちゃらかんちゃらとか、狼くんに騙されたみたいな。バチェラーも見たことない。バチェラーないんですか？いや今
ね、ドラマにはストーリーがあるって言いましたけど、恋愛リアリティショーにもめちゃくちゃストーリーありますからね。いや、ドラマのストーリーは脚本っていう作品で作られてるじゃないですか。あれはこれがリアルですよで、それが透けるのは嫌じゃないですか。そのリアルがいいのに。あとあれも嫌い、番宣。モテ、今までずっとモテてきましたね。モテるって俺にとっての日常なんで、で女が今度カットバック帰ってきて、男ってほんとちょろいなって思います。なんかまず私の顔で好きになるんでみたいな言ってるあいつら、本当にやばいやばい。グーで鼻をこづきたいですね、僕は。いや、私もそれ言う可能性ありますよ。もし今後ね、恋愛リアリティショー出て。そしたらモテてきましたねって。いや、俺やだ。今後怒られちゃいますね、澤田さんにね。いやいや、いいですよ、見ないだけなんで。僕は恋愛リアリティショーだからもう人の恋愛はどうでもいい。すごい大好き。もう今だってバチェロレッテが新シーズンで。バチェロレッテってスペイン代表の選手ですか？違う。バチェロレッテ。バレネチアってことですか？バチェロレッテっていう女子が主人公で、その方を男性たちが取り合うっていう物語があるんですけど。全然興味ない。本当興味ない。嘘。出たいとかはないですか？全くない。そう。嫌だ。嫌だ。いいじゃないですか、なんかね、楽しいしね。嫌だ、絶対ない。有名になれるし。ないですね。僕本当にテラスハウスに出てた子が仲いい後輩だったんですけど、テラスハウスの話一回も聞いたことない。めちゃくちゃ聞きたいですよ、世間は。地球のマントル一本っていう。知ってるんすね。あんなのだって芸人界隈で言ったら誰も知らないですから。嘘。テラハ界隈ではもうめっちゃ有名ですからね。相方が今ね、サウナやってる。今はですけど、昔のコンビで。さあ、そんなことでいきましょうか。じゃあタイトルコールをお願いします。はい。サウナとじゃあロッカーナンバー4番フォーエバーさん。何でもいいので予言をしてください。いいですね。無茶ぶりですね。難しい。何予言？でも予言何でもいいんですよね。だから別に何でもいいんじゃないですか。自分のことでも周りのことでも。じゃあ僕いきます？いやじゃあ僕が手始めに軽く、それこそ多分これ6月の半ばぐらいだと思うんですけど、配信がワールドカップスペインかポルトガルが優勝します。バレネチアは出ないですけど。なるほど、そういうことね。でもいいんじゃないですか。僕はもうスペインかポルトガルだと思ってるんで。じゃあなんかじゃあ手始めに、じゃあ一回自分のことで3年後に結婚します。それだいぶですよ。3年後に結婚。そうか、あんまりそうか。でも聞かざるを得ないもんね今。なんか気になってるなとかいいなとか、こういう理想像みたいないるんですか？なんかこういう人がいいなとか。要は3年間って期間だともうある程度ターゲットにしてる人がいないと。ちょっとそこはいないんですけど、私結婚願望がないんですよ。なくて、でもさすがにちょっと1回ぐらいはしとかないと変な人って思われるらしいんです、世間ではね。なので身に染みてますよ。ちょっとそこまで残ってると変な人ってなるじゃないですか。だったら離婚歴があった方がなんかもう1回結婚してちょっとまともな人と言われたことあります。すいませんね、ちょっと偏見なんですけどっていうのあるじゃないですか。その年で罰もないのはおかしいよっていうのは言われたことあります。ですよね。そう絶対言われるじゃないですか。だからちょっと3年後までに自分を追い込んで結婚するぞっていう気持ちで。でも離婚前提なんですよ。前提ではない。なんかでもう一個乗っかってるわけですね、予言が。3年以内に結婚します、10年以内に離婚しますっていう予言が2個乗っかってるじゃないですか。いやちょっとありますね。結婚できる、自分が結婚できる気もしないし、結婚したとしてもなんか離婚する未来が見えちゃうみたいな、人とあんまり共存できない人間なのかもしれない。ルームシェアとかはしたことあるんですか？ルームシェアはありますけど、すぐ辞めました。2ヶ月ぐらいで辞めました。でもその子が嫌いになったとかではなく、人と住むのがちょっと苦手ですね。じゃあ結構ハードル高いですね。でもね、前々回の配信であれかもしれないですけど、今コメントはね、
日の前と結婚したい人で溢れてるかもしれない。ちょっと6月はね結婚期間としてこのラジオでもちょっと結婚の話多めになっちゃったんですけど、まあ6月だからいいですね。全然いいと思います。そうなん3年以内結婚するまでにどれぐらい交際期間のは欲しいですか？いやもうバッて結婚します。あ、なるほど。なので直感で決めますので、はい、そんなにダラダラと長くこう過ごすことというよりも、もうこの人結婚します。決断力はありそうですもんね、今までの質問とか聞いてても、これ私もこっちですとかすぐ言うタイプだから。そうです、決断力あるので、だからもう多分そういう時はビビッとくるもんだと信じてます。いまだにその結婚した理由として稲妻が走ったとか言うじゃないですか。あれ経験したいんですよ。本当に今まで結婚したいなと思った人はいるんですか？いないです。いないですか？そこはあんまり考えてない。好きだなとかそういうのはあるけど、別にそれがめっちゃ大好きだからってめっちゃ大好きだから結婚したかったとかそこにつながるわけじゃなくて、家族に対する憧れはどうですか？まあ家族欲しいとは思いますけど、子供とかね可愛いなと思いますけど、そこまで現実的にこう考えてるわけではないので。なるほど。いやそれはすごい予言ですね。でも、3年以内に結婚しますあとなんだろう予言、日本からトイレットペーパーなくなる疑惑出てるから、みんな落ち葉を集め出す落ち葉で受けます？落ち葉をきれいにする工場ができます。落ち葉をきれいにこう、虫とか菌とか取り除く工場ができて、それを家庭に支給するっていう仕組みができてくると思います、すごいですね。なんか俺の予言逃げてたのでもいい予言です。ありがとうございます。これあると思うので、皆さん楽しみにしててください。ということでありがとうございました。さよなら。